にちは。今回は大きなひし形の透かし模様のバッグを作っていきます。で、形は上下が狭くなって丸い形になっています。で、これは中に物を入れた時に引っ張られて、ここが広がっていくのを防ぐためにあらかじめ少し中に入れています。で、ハンドルも短めにしていて、で使う時にちょうどいいバランスになるようにしています。で、このハンドルの幅も狭めにしていて、この透かし模様の見た目のボリュームと合うようにしています。で、これはリサイクルコットンで作っているんですが、この糸はいろんな色があって、この中の好きな色で好きなサイズで作ってみてください。で、そのサイズについてなんですが、これは24目で作っていて、出来上がりがだいたい20センチで、これよりももう少し大きくする場合には29目で、モットの時は38目、大きくする時の目安にしてください。使用する糸はダイソーさんのリサイクルコットン、綿100でライトイエローで手洗いができて 50g 約 120m 入っています。使用かぎ針の目安は6号で、これを6号で編んでいきます。で、あとはとじ針とマーカーを使います。で、色はシェルピンク、ホワイト、サックスブルー、ネイビーブルー、スレートグレー、他にもあったと思うので好きな色で編んでみてください。まず底を作っていきます。鎖編みを24目で、この時の鎖編みはちょっとゆったりと編んでいきます。鎖編みが終わったら楕円形を作っていきます。で、楕円形はこの鎖の両端の目に細編みを3つ、こっちも3つ、まず2つ細編みをしてぐるっと編んで、最後に同じ目にもう1つ細編みで、トータルで3つ、こっちも3つ。まずこの目に細編みを2つで、2つ編んでぐるっと編んで、最後にもう1つ編むので、その時に分かりやすいように最後の鎖にマーカーをつけておきます。で、この目に細編みをまず2つで、細編みを編むので鎖1つで立ち上がって、で、ここに細編みを2つ、表からではなくてできれば裏山、針から1、2、このマーカーのついた裏山に細編みを2つ、もう1つ同じところに、これで1つの目に細編みが2つで、1つ目の細編みにマーカーをつけておきます。で、ここからは1つの目に1つの細編みをしていきます。まず隣の目に細編みを1つ、その隣に細編みを1つ、次もう1つ、この細編みを続けて一番端の手前まで、ここまで細編みを続けてきます。端まで編んできたら、最後の目には細編みを3つ、この目に3つ、まず1つ目、次は2つ目、同じところで、この時にこの糸端を針の上を通って向こうに寄せておきます。横から見ると
長いの短いの針で、このまま細編みで、もう一つ3つ目の細編み。この時は糸端を手前に寄せておきます。長いの短いの針で細編み。これで一つの目に細編みが3つで、次からは一つの目に一つの細編みをしていきます。まず3つ入れた隣の目、2本の糸の下で、糸端は編みくるんでいきます。針の上に乗せて細編みで、次もで、次もで、この糸端はある程度編みくるんだら避けて手カットしても大丈夫です。で、このままこのマーカーのついたところまで細編みをします。1周目の終わりまで来たら、マーカーのついた目に最後の細編み、2つのうち最初につけた方、これで1つの目に細編みが3つ、3つになったら最初の細編みに引き抜きます。で、その前にこれが最後の細編みなので、後でわかりやすいようにマーカーをつけておきます。で、最初の細編みに引き抜きます。これで1周目が終わりました。で、次は2周目。まず鎖を1つ、根元に細編みで、1つ目にマーカー、隣の目に細編みを3つ、2、3、これで1つの目に細編みが3つ、3つあるうちの真ん中に後でわかりやすいようにマーカーをつけておきます。次の周でここに増し目をします。で、次からは1つの目に1つの細編み、これをこの最後の手前まで、ここら辺まで続けていきます。ここからスタートして一番端の目には細編みが3つ、この3つの1つ目と3つ目に増し目をします。増し目は1つの目に細編みを3つ、3つのうちこことここに増し目、まずここに細編みを3つ、次は普通に1つの細編みで、次は増し目で、これで1つの目に1、2、3で、3つのうち真ん中にマーカーをつけておきます。で、こっちにも3つのうち真ん中に、で、ここからまたこのマーカーの手前まで編んでいきます。スタート地点まで戻ってきたら、このマーカーのところに増し目、マーカーの目に細編みを3つ、
で、3つのうち真ん中にマーカー。で、最後の細編みにもマーカーをつけておきます。で、最後の細編みが終わったら、最初の細編みに引き抜きます。これで2周目が終わりました。次は3周目。まず鎖を1つ、根元に細編み。次も細編み。マーカーのついたところには細編みを2つ。ここに2つ。で、ここからはまた1つの目に1つの細編みをしていきます。次のマーカーの手前まで編んでいきます。反対側まで来たらマーカーのついた目に細編みを2つ、こっちにも2つでぐるっと編んでいきます。同じところ、間は1つの細編み。マーカーのついたところは2つ。で、また1つの目に1つの細編みを続けます。このマーカーのところでは細編みを2つ入れて増し目をします。2つあるうちの手前の方、ここまで編んでいきます。終わりまで来たらマーカーのところに増し目、細編みを2つ、同じところに、で、次のマーカーのところに最後の細編み、で、これが最後の細編みなので、最初の細編みに引き抜きます。とマーカーがどっか行ったんですが、ここが最初の細編み。これで底が出来上がりました。で、次は側面の1周目。まず鎖1つ、根元に細編み。で、マーカー。で、鎖を5つ。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。で、足元は2つ飛ばして3つ目。1、2、3に細編み。今回はこの鎖5つのアーチを作っていきます。次も鎖5つで、足元は3つ目、細編みでアーチ、で、次も同じように鎖5つで、1、2、3、3つ目に細編み。これをぐるっと繰り返して最初まで戻っていきます。で、1、2、3。アーチで一周したら最後も鎖を5つ
で、最初の細編みに引き抜きます。ここでアーチの数は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21あると次の模様編みに進めます。で、次は2周目はこのアーチの上からスタートしたいので、このアーチの下に針を入れます。で、糸を引き出して引き抜きます。鎖を1つで、根元に細編みをします。この鎖5つの真ん中、端から数えて3つ目、1、2、3、3つ目の2本の糸の下で細編み、これが1つ目の細編みなのでマーカーをつけておきます。で、またアーチ、鎖5つで、アーチの真ん中、端から数えて3つ目、これで2周目のアーチの1つ目、次も同じようにアーチ、鎖5つで、次のアーチの真ん中、1、2、3、これでアーチが2つで、3つ目は鎖ではなくて扇形を作ります。この下の細編みに針を入れて長編みを3本、ここなんですが、ここに入れるんですが、ここに入れた方が綺麗になると思います。ここちょっとめんどくさいので、面倒でなければここで、面倒であればこの隣、こっち側も2本で、こっち側が1本だとここが伸びてしまうので、こっち側2本で、こっちも1本じゃない状態で長編み、ちょうど細編みの真ん中に針を入れました。あと2本、全部で3本の長編み、これで3本で、次のアーチの真ん中に細編みをします。鎖の1、2、3、これで扇形が完成。一つ扇を編んだら、次はアーチを2つ、鎖5つで、下のアーチの真ん中で、もう一つアーチで、下のアーチと、アーチ2つ、扇形1つ、アーチ2つで、また扇形、下の細編み、これで長編み3本で、次のアーチの真ん中
で、またアーチを2つ。で、扇形。アーチが2つになったので、次は扇形。これで長編み3本。で、アーチの真ん中。アーチ、扇形、アーチ、扇形、アーチ、扇形。これをぐるっと繰り返していきます。側面2周目の終わりは、扇形の後にアーチ2つ。で、最後は、この最初の細編みの手前、ここに扇形を1つ。扇とアーチ、アーチ、扇でアーチ、アーチでつながっていきます。下の細編み、これで長編みが3本で、最初の細編みに引き抜きます。これで2周目が終わりました。次は3周目。3周目は、3周目もこのアーチの上からスタートします。このアーチの下から針を入れて、引き抜いて、鎖を1つ、で、細編みを1つ。細編みはこの鎖の端から3つ目。真ん中の鎖で、細編みが1つで、これが1つ目なのでマーカーをつけておきます。で、次はこのアーチの上にもう1つアーチ、鎖を5つ、1、2、3、4、5で、次のアーチの真ん中で、次はこの扇形の左右に扇形を作ります。こっち側とこっち側に作ります。この扇形のこの角とこの角をここに長編み3本、こっちにも3本。まずこの扇形の右側の細編み、これで3本。3本編んだら、下の扇形の真ん中、長編み3本のうち真ん中の長編みの頭に引き抜き、細編みをします。で、次はこの下の扇の左側の細編み、ここに
編み3本の扇形、これで、扇形が3つ。で、この、長編み3本が終わったら、アーチの真ん中。1、2、3。これで扇形が3つ。次はアーチを1つ。鎖を5つ。で、アーチの真ん中。アーチを1つ編んだら、次また扇形。扇形2つ、アーチ1つ、また扇形2つ。長編み3本編んだら、下の長編みの真ん中。で、もう一つ扇形。で、次はこのアーチに細編み。で、次またアーチ。アーチ、扇形、扇形、アーチ、扇形、扇形、アーチ。で、また扇形、扇形。これを繰り返していきます。扇形の後は細編み。で、また扇形。長編み3本でアーチに細編み。これを繰り返していきます。扇形は V。これで編んでいきます。3周目の終わりは前の段の最後の扇形の上に、まずこの斜め上に1つ、この左側にも1つ、この扇の左上、この細編みに針を入れて、扇形を1つ、で、
最初の細編みに引き抜きます。長編み3本の後、引き抜きます。これで3周目が終わりました。全部この扇形が3つ。次の4周目ではこの扇形の斜め上に扇形、こっちの扇形の斜め上に扇形で、次の扇形の斜め上、こっちも斜め上なので、このジグザグになっていきます。で、今回もこのアーチの真上からスタートしたいので、アーチの下に針を入れて糸を引き出して引き抜きます。鎖を1つ、鎖の3つ目、真ん中に針を入れて細編みを1つ、これが1つ目の細編みなのでマーカーをつけておきます。で、この扇形の斜め上、この細編みに針を入れて長編みを3本、長編みが3本で、下の長編みの真ん中で、次はアーチ、鎖を5つで、次の扇形の真ん中、ここでは扇形、アーチ、扇形で、アーチ、扇形、アーチと繰り返す週です。次またこの扇形の斜め上に扇形、これで長編みが3本で、鎖の真ん中、1、2、3、次はここに扇形、で、下の扇形の真ん中で、真ん中はアーチで、扇形の真ん中で、ここに扇形、
でアーチの真ん中、次はここに扇形、ぐるっと編んできたら最後の扇形の後に最初の細編みに引き抜きます。で次はこの扇形の真上からスタートします。隣の目に針を入れて引き抜いて、もう一つ、これで扇形の真上から糸が出ました。で細編み、まず鎖一つで根元に細編みでアーチ、鎖を5つ、下のアーチの真ん中でもう一つアーチで、次はこの扇形の真ん中で、次はこの扇形と扇形のクロスしているところ、ここに扇形を1つ、長編みを3本、で隣の扇形に細編みこの、扇形と扇形の間に扇形が1つ、アーチ2つ扇形、アーチ2つ扇形と編んでいきます。次はアーチ、鎖5つ、最後は長編み3本編んだ後に最初の細編みに引き抜きます。で今編んだこの段はここと同じです。2周目、次に編むところは3周目と同じです。1つ目の扇の後に2つ、うちも2つ、これをこれから編んでいきます。今まで編んだところを繰り返していきます。まずこのアーチの真ん中から鎖1つで細編みでアーチで、次は扇形、アーチ扇形で、次はでアーチ
でまた扇形。今編んだところはここ下から3周目、これを繰り返していきます。ここはここ、ここはここ、これをしばらく続けて編んでいきます。大きなひし形が2つになるまで編んできました。アーチ2つと扇形1つ、アーチ2つと扇形1つの周で、長さ的にはだいたい12から13ぐらいで、最後は全部アーチで一周したいと思います。これは好みで好きな長さまで編んでください。で、最後このアーチだけで編んでいくんですが、今ここで、次はこのアーチだけのところを編んでいきます。で、アーチなんですが、今までは鎖5つのアーチでしたが、次は鎖3つのアーチにしようと思います。まず今までと同じようにアーチの下に針を入れて真ん中に移動して、ここからアーチ1、2、3で、次のアーチ、だいぶこう小さなアーチになると思います。最初の細編みで、次もアーチ、鎖3つで、次も鎖3つのアーチ、この鎖のアーチで一周します。3でぐるっと編んでいきます。鎖3つのアーチで一周してきて、最後も3つ編んで最初の細編みに引き抜きます。これで最後のアーチだけの周が終わりました。で、次は細編みをしていきます。模様編みが終わったら細編み、この細編みの上に1つと、あとこの鎖の部分に2つ入れて、また細編みの上には1つで2つと細編みをしていこうと思います。ここに3つ入れるとちょっとだけ広がるかなと思うので、鎖3つに細編み2つでちょっとここがプリッと縮まる感じにしようと思います。まず細編みで終わったので、鎖1つ、根元に細編み
でこの鎖の下に針を入れて細編みを2つで細編みの上には1つ、次は2つ、細編みの上には1つ、アーチには2つ、これで1周していきます。細編みで1周してきたら最初の細編みに引き抜きます。これで1周が終わったら次はハンドルを作っていきます。でこの糸は切らないで最後にハンドルの内側を細編みで1周する分を残してで休めておきます。でこれが実際どれぐらい使ったかを後でお知らせしたいと思います。なのでその分残してこのまま新しい糸を持ってきてハンドルを作りたいと思います。ハンドルをつける位置にマーカーをつけておきました。これはペタンとしてで端から8目め、こっちも8目め、反対側もで次は細編みをしていきます。このハンドルをつける位置から離れたところからスタートします。針を入れて新しい糸後ろに添えて糸を引き出して鎖を1つで同じところに細編み、この糸端は編みくるんでいきます。次も細編み、次もマーカーの手前まで来たらこの糸端をどけてでここから鎖編みをしていきます。ハンドルの長さ分でこのマーカーが必要なくなるので外して1つ目の鎖の裏山につけておきます。1つ目の鎖の裏山でこのまま好みの長さになるまで編んでいきます。鎖編みを26目編んできました。で次はマーカーの隣の目に細編みでくっつけます。まずよじれていないか確かめてからマーカーの隣の目、手前から向こうに針を入れてで糸は向こう側で細編み、これでくっついたのでこのマーカーが必要なくなったので外して最後の鎖の裏山につけておきます。最後の鎖の裏山で反対側まで細編みを続けます。反対側でも同じようにハンドルを作っていきます。
でまた鎖を26目で反対側まで落ちまで編んでいきます。もう一本の方も鎖編みが終わったら最初の細編みに引き抜きます。でもう一周細編みで編んでいきます。まず鎖を1つ、根元に細編み、次もで次は減らし目をして、このハンドルがちょっとこう起き上がるような形にします。まずこの鎖の出ている根元の細編みに針を入れて、鎖の出ている細編みで糸を引き出します。次は1つ目の鎖の1つ目、ここに針を入れて糸を引き出します。3本を一度に引き抜きます。なのでここから出ている糸と、あとここから出した糸と、あと最初の鎖、この3点から出ている糸を一度に引き抜きます。ここと最初の鎖、これが減らし目で、次からは1つの鎖に1つずつ細編みをしていきます。裏山を拾っていきます。でこのまま反対側のこのマーカーのついたところまで細編みをしていきます。ハンドルの反対側ではマーカーのついたところにも細編み、でここでも減らし目をします。今針にかかっている糸と、あとこことここから糸を出して一度に引き抜きます。と鎖の出ているところの隣と隣、その隣もこの3本を一度に引き抜きます。これで減らし目。ここからは一つの目に一つの普通の細編みをしていきます。こういう感じで反対側も同じように減らし目をして細編みをしていきます。とここまでと、最後の針にかかっている糸と、あと鎖の出ている細編みと最初の鎖、ここから糸を出して一度に引き抜いて減らし目。まず鎖の出ている細編み、次は1つ目の鎖で一度に引き抜いて減らし目で、
でまたここからは1つの目に1つの細編み、反対側の根元でも最後の鎖と、あと根元の細編みの隣と隣、こことここから糸を引き出します。で一度に引き抜いて減らし目で、次は細編み、最初の細編みのところまで戻ります。でここでは針で処理していきたいと思います。15から20ぐらい残して細編みから糸を引きます。で針に通します。でこの最初の細編みの隣、ここが最初の細編みで、隣1、2、ここに手前から向こうに針を通します。で最後の細編みに戻って上から針を通します。ここついでに下の細編みにも針を通して、でこれが一つの目に見えるので、これを整えて見た目を良くします。大きさを揃えて、で裏でほどけないように行ったり来たりしてから隠していきます。で次はこのハンドルの内側を細編みで一周します。糸を休ませていたところからやってみたいと思います。まず鎖を1つ、根元に細編みで、隣にも細編み、このまま内側の角まで編んでいきます。この内側の角では減らし目をしていきます。まずこの1本と、あとここ細編みの2段目、ここの目立たないところから糸を引き出したいと思います。次はここら辺、鎖の根元ら辺、それの目立たないところ、ここに入れると広がってしまうので、糸1本ずらして、で3本を一度に引き抜きます。こことこことここで、ここからは1つの目に1つの
細編みをしていきます。こんな感じで続けます。ここまで編んでいきます。内側を編んできて、反対側の付け根ではこの細編みが3周のうちのここにも3周のうちの真ん中まで細編みをします。でここからは減らし目。今針にかかっている糸と、あとその付け根の糸を入れたその下、こことその隣から糸を出してきて一度に引き抜きたいと思います。その隣で一度に引き抜いて減らし目で、ここからは一つの目に一つの細編みで始めたところから始めたところまで戻っていきます。細編みを始めたところまで戻ってきたら、さっきと同じように針で糸始末をします。こんな感じに出来上がりました。幅はだいたい20センチの深さが13センチぐらいで、そこは15センチの幅が3センチぐらいで、ハンドルは14センチぐらいでした。丸みがあってとても可愛い形に出来上がりました。で物を入れるともう少し引っ張られて、もうちょっとシンプルな形になると思います。で物を入れた時にここが広がったシルエットにならなくて、で整ってちょうどよく見えると思います。よかったら試してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ登録と高評価をお願いいたします。